皆さんこんにちは。アンの茶道生活へようこそ。このチャンネルではこれまでに茶事や茶の湯に関する動画を配信してきました。茶の湯というと茶道をイメージされ、茶道未経験者の方には表千家や裏千家といった流派がまず思い浮かぶのではないでしょうか。でも実は日本にはなんと100を超える流派が存在します。本日は信長に仕えた戦国武将金森長近の孫金森宗和を祖とする宗和流をご紹介いたします。宗和流のお家元に登場していただく前に面白い場所へご案内いたしましょう。東京のおしゃれな街青山に位置する即今です。即今と書き Just Now、 今この時に誰でも気軽に茶事を体験できるお店です。茶事は少人数で行うホームパーティーのようなもの。ホストから正式にお招きがなければなかなか参加する機会がありません。そのため実は茶道を習っている方でも茶事を体験したことがないという方が多いのです。この中には3つの茶室があり、いつでも茶事の体験ができます。続けてお菓子が出ました。なんと大根です。桃山時代の会期に沿って現代風に和三盆を使って甘く煮つけられたとのこと。品のいい甘さです。お茶は小さな茶室でいただくので参りましょう。わあ、ろうそくの明かりで照らされた茶室、幽玄な風情を醸し出しています。時間がゆったりと流れ、温かな気配を感じます。店長の鈴木さんが薄茶を立ててくださいます。お客様が希望すればご自身でお茶を立てることもできるそうです。茶道はお手前や作法を習うにとどまっている方、なんともったいないことでしょう。お稽古の最終目的は茶事を楽しむことです。とは言ってもお道具一式揃えるのはたやすいことではありません。はじめの一歩はこちらを利用してお料理を提供していただき、お道具も場合によってはお借りしてご自身で特別な思いのある茶道具だけ持参してくるなど、フレキシブルに相談に乗ってくださるそうです。お茶の後は懐石料理をいただきます。お膳に飯碗と汁碗、向こう漬けが乗っています。茶事では本来食事を置いてから濃茶、薄茶の流れとなるのですが、この体験コースはお茶のシーンから始まりました。幽玄な茶室での余韻を残しながら食事を楽しむ素敵な趣向です。まあ綺麗、そしていい香り。茶道未経験者の方はそもそも茶事って何と社会経験の一つとしてただただ美味しいお茶とお料理、お酒を楽しみに来ることをお勧めします。香のものに湯糖が出て、食事はここまでです。美味しくいただきました。ごちそうさま。最後に茶道のお手前のような感じでカクテルを作ってくださるそうです。なんだかワクワクします。濃茶に牛乳やリキュールを加えてシェーカーを振り出しました。一体どんな味になるのでしょう。カクテルの名はみゆき山。豊臣秀吉が醍醐の花見をされた際に詠んだ歌にちなんだそうです。お茶の甘みが引き立って美味しいです。流派に関係なく茶事を楽しんでいただく、そんなコンセプトで作られたお店。まさに気楽に茶事をですね。さて次は宗和流のお家元を訪ねたいと思います。場所は東京都武蔵野市。路地に水が打たれ、すがすがしい気分になります。コロナ前の初釜に伺って以来なので2年ぶりになります。実は今回このチャンネルでは初めてのコラボ動画を撮ります。 YouTube の茶の湯チャンネルっていう番組で
総和流の着飾るさんと水子さんのお二人が楽しい動画を配信しており、今日はそのお二人に会いに来ました。このチャンネルではお家元にお茶を一服いただきます。こちらの方が総和流18代お家元の宇田川宗光さん。3歳よりおばあ様のもとで篠流の茶道や講道を習い、大学に入ってから総和流に入門されました。総和流は8代から世襲制ではなく指名制で宗家を継承してきたそうです。16代堀宗祐さんに茶を学び、2015年に18代を襲名されました。とんちの一休さんとして有名な一休宗純を開祖とする大徳寺真珠庵の山田宗正和尚の下で得度し、観阿祭の号を授かっています。お家元は茶の湯チャンネルをご覧いただければわかりますが、まあ楽しいお方です。総和流について簡単にご紹介しましょう。総和流を創設したのは江戸時代初期の武士金森宗和です。宗和は茶道具に独自の美意識を持ち、後世に宗和好みと呼ばれる茶道具や茶室を残しています。日本当時の歴史の中で最も有名な人物の一人、野々村仁清。京焼の祖と呼ばれるその仁清を指導し、茶頭を焼かせ、茶道会と仁清の仲介役を果たしたのは宗和と伝えられています。また、飛騨春景と呼ばれる飛騨高山で作られる木目の美しさを生かした漆器、それも宗和が流行らせたと言われています。宗和の茶風は船頭庵の流れとも古田織部の影響を受けたとも言われています。飛騨高山の城主の嫡男として生まれながらも、大阪の陣の時に父親に感動され、母親と京都に移り住みました。宗和は後水の天皇などの公家サロンに交わり、宮中の茶道に大きな影響を与えました。公家社会を中心に広く受け入れられ、また雅な道具を好んだことから姫宗和とも呼ばれています。目の前でお茶を立ててくださっているお家元の所作から感じ取れるように、武家スタイルの流れを組んでいます。大徳寺の真珠庵で禅を学びながら、宗和の茶の湯スタイルを確立し、茶人として大成していきました。皆さんいかがでしたでしょうか。宗和流に親しみを感じていただけましたか。冒頭でご紹介したように、日本には100を超える茶道の流派が存在します。茶道を習いたいけど何流がいいですかと質問を受けることがあります。私の答えはいつも同じ。流派より誰に習うかです。お稽古は楽しくなければ続きません。そして茶道の稽古の行き着く先に茶事ができなければもったいないです。日本美に演出された非日常的な空間で、美味しいお茶とお食事、お酒、至福なひとときをぜひ楽しんでいただきたいです。今回のコラボ動画は茶の湯チャンネルの方もぜひご覧ください。お家元の凛とした濃茶席とちょっと砕けた笑いが絶えない薄茶席に私がゲスト出演いたします。詳しくは概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひご参考ください。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。